宝京山入口バス停に来ています。今回はここから小田城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の宝京山入口バス停です。そして目的地が小田城です。バス停から徒歩10分ほどで到着します。なお、宝京山入口バス停へは土浦駅からバスで30分ほどかかります。城跡を見た後は移築された城門と総構の一部である要害展望台まで登ってみたいと思います。では早速向かうことにしましょう。小田城跡歴史広場案内所に到着しました。案内図で全体像を見ておきましょう。本丸周辺が遺構復元広場として整備されています。現在地を直線に進み、本丸を目指します。北小口、東小口を経由し、中央の建物域からさらに南西馬出し車へと進みます。小田城は1185年、小田氏の始祖、八田智家により築城されました。戦国時代には、当主織田氏治が周辺大名と抗争を重ね、落城と奪還を繰り返しました。1569年、手這坂の戦いで織田氏は佐竹氏に敗退。城は佐竹氏の手に渡ります。1602年、佐竹氏転覆に伴い、城は廃城となりました。なお、八田智家は、鎌倉幕府の有力な御家人の一人で、織田氏の始祖となった人物です。南北朝時代には、南朝側の北畠親房が小田城にて陣王小登記を執筆しています。ここはもともと鉄道が走っていたため、このような直線ルートになっています。現在ではサイクリングコースになっており、道路は城跡の西側を迂回しています。まずは北東方面に進みます。城主の織田氏治は何度も城を取られているため、戦国最弱などと言われていますが、逆に何度も取り返しているんですよね。これは家臣や領民の助力が大きかったものと考えられています。北小口に到着しました。ここから本丸に入ることもできます。内側から見たところです。迂回して東久留和を歩いています。本丸をつなぐ橋が見えています。鳥観図のイラストがあると分かりやすいですね。名称を当てはめるとこうなります。東久留和跡です。幅50メートルの南北に伸びた久留和です。建物跡がなかったことから馬出しだったと考えられています。土塁の上から見たところです。橋を渡り本丸に入ります。この橋は途中までは土橋で、その先が木橋となっていました。少し遠くから見た橋の様子です。木橋と土橋のハイブリッドであることがわかります。大溝で区切られた先が建物域です。南北75メートル、東西70メートルの区画となっています。掘立柱建物跡は休憩所の東屋となっています。すぐ近くには井戸もありました。大溝や暗渠を設け、排水に利用していました。
東池を上から見たところです。ここからは北側の山々がよく見えます。遠くに霞んでいるのが筑波山です。手前の尾根筋には前山城など砦軍が展開しています。山頂に鉄塔が見えるのが宝鏡山です。南西小口です。石垣のレプリカが屋外展示されています。石垣の裏側には裏米石と呼ばれる排水のためのグリ石が積まれていました。南西馬出し車です。50メートル四方の区画で周囲には土塁が築かれていました。土塁の上から見た南側の光景です。主閣の周囲には堀が設けられていましたが、かつては障子堀でした。こちらは静岡県の山中城の障子堀です。このような形の堀で、しかも水堀でしたから、防御性能には優れていたと思われます。この後は龍勝寺と要害展望台を訪ねます。龍勝寺には小田城の城門が移築されています。宝鏡山登山口の小田休憩所です。山頂へのルートがいくつかありますが、私は山登りをしたいわけではありませんので、小田城コースの下側を通り富岡山頂まで行きます。このエリアが小田城総構えの一部でした。比較的低い位置を歩きますが、途中に急斜面などもありますので、トレッキングポールはあった方がいいですね。途中の休憩所に来ました。ここから要害展望所が見えます。また、小田城の主閣も見下ろすことができます。要害展望所に到着しました。具体的には、ここが展望台なんですね。展望台の上から見るとこんな感じです。さらに先に進みます。この先が富岡山頂です。山頂が前山城の主閣のようですね。山頂に到着しましたが、決して大きくはなく、標高も110メートルということで、物見台程度だったようです。ここから下山しまして、国道125号線に出ます。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。